みんな、ずんだもんなのだ。今日はとってもワクワクするお話を持ってきちゃったのだ。今回ずんだもんが紹介するのは、中東の小さな宝石、クウェートなのだ。みんな、知ってた？実はクウェートって、すっごく意外な豆知識があるのだ。なんと、世界で一番価値が高いお金は、実はクウェートの通貨、クウェート、ディナール、なのだ。びっくりだよね。1ディナールが、日本円で500円以上の価値になることもあるらしいのだ。ずんだもんもびっくりなのだ。そんなクウェートから今日はみんなに5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。クウェート IAEA と2026年2035年の戦略的協力協定を締結という記事なのだ。これはクウェートが未来に向けて食料や水、ヘルスケア、環境保護みたいな大切な課題を核技術を使って解決しようとするとっても野心的な計画なのだ。持続可能な未来への大きな一歩なのだ。このニュースの詳細はぜひ本編でじっくり見てほしいのだ。もし今日の動画が面白いな、ためになったなって思ったら高評価とチャンネル登録忘れずに押していってほしいのだ。それじゃあ早速クウェートの最新情報を一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日はペルシャ湾の奥に輝く小さな国、クウェートについてご紹介するのだ。クウェートはアラビア半島の北東に位置し、イラクとサウジアラビアに挟まれたペルシャ湾に面した国なのだ。首都はクウェート市と呼ばれていて、近代的な高層ビルが立ち並び、活気に満ちているのだよ。歴史を少し振り返ると、かつては真珠の交易で栄え、その後イギリスの保護領を経て、1961年に独立を果たしたのだ。現在の政治体制は首長国制で、サバーハカが国を治めているのだよ。人口はおよそ440万人ほどで、実は外国籍の住民がとても多いのも特徴なのだ。この国の主要産業は何といっても石油なのだ。世界有数の産油国として、その豊富な石油資源が経済を支えているのだよ。近年は、石油に頼りきりではなく、経済の多角化にも力を入れているのだ。文化的には、イスラムの伝統が深く根付いていて、人々のホスピタリティ、おもてなしの心がとても温かいのだ。伝統的な市場、スーク、訪れるのも楽しいのだよ。現在、クウェートはスマートシティ構想のような大規模な都市開発計画を進めていて、未来を見据えた国づくりが注目されているのだ。石油だけでなく、文化や未来への展望も魅力的なクウェート。ぜひ一度訪れてみたい国なのだ。一つ目のニュースなのだ。クウェート IAEA と2026年2035年の戦略的協力協定を締結という記事なのだ。クウェートと国際原子力機関 IAEA が2026年から2035年までの新しい戦略的協力協定に署名したのだ。これは両者の間で4度目となる技術協力の枠組みで、委員で署名されたのだ。クウェート科学研究機構のあるフマイダン所長さんと IAEA のリュウジム次長さんが第69回 IAEA 総会の傍らで署名式を行ったのだ。春、フマイダン所長さんは、クウェートが10年以上にわたって IAEA と協力し、持続可能な発展に貢献してきたことを強調したのだ。新しい枠組みでは、食料安全保障や水資源、ヘルスケア、環境保護といったクウェートの主要な課題を解決するために、先進的な核応用技術を活用していくのだ。さらに、国内の専門人材を育成し、知識を移転することも優先されるのだ。この歴史的な協定は、クウェートの長期ビジョン、クウェートビジョン2035や国連の持続可能な開発目標 SDGs と一致しているのだ。核科学技術を平和的に利用するというクウェートの強いコミットメントを示すものなのだ。具体的な協力分野は全部で7つあるのだ。1、法的、
規制枠組みを開発することに、核と放射線の安全性を高めること。3、作物の開発や動物の病気対策で食料安全保障を支えること。4、核医学や放射線治療でヘルスケアを改善すること。5、核技術を使って水資源や環境資源を管理すること。6、エネルギーや産業分野で革新を進めること。7、文化遺産を保護すること。なのだ。クウェートは2019年から海洋沿岸汚染評価で IAEA の協力センターになっているのだ。フマイダン所長さんは、このことがクウェートを環境モニタリングやがん患者ケアの地域拠点に押し上げる大切な節目だと説明しているのだ。2つ目のニュースなのだ。ネパール新暫定閣僚抗議活動後に先制就任という記事なのだ。ネパールで新しい暫定内閣が発足したのだ。若者指導の反汚職デモで前の政府が倒れちゃった後、国が秩序を取り戻すために動いているのだ。スシラ・カルキさんが暫定首相に就任して、ネパール初の女性首相になったのだ。大統領官邸の前で、ラム・チャンドラ・カウデル大統領が主要な3人の大臣に宣誓させた様子はテレビでも放送されたのだ。デモは9月8日から始まって、SNS の規制とずっと続く経済の悪さが原因だったのだ。すぐにエスカレートして、議会や政府の建物が放火されるほどになっちゃったのだ。これは2008年に内戦が終わって王政が廃止されてから一番ひどい騒乱だったのだ。2日間のデモで政府の発表だと少なくとも72人が亡くなって191人がまだ病院で手当てを受けているのだ。73歳で元最高裁判所長官のカルキ首相は来年3月の選挙を前にデモ参加者たちが求める汚職のない未来を実現する役目を負っているのだ。汚職や人権問題に取り組んできた弁護士のプラカシュ・アリアールさんが重要な内務大臣と法議会担当のポストに就いたのだ。以前、電力公社の責任者として長年の停電問題を解決したクルマン・ギシンさんはエネルギーやインフラなどを担当するのだ。元財務長官で経済学者のラメシュウォル・カナルさんは若者の放棄のきっかけになった失業問題を解決するため難しい財務大臣のポストに任命されたのだ。世界銀行によるとネパールの15歳から24歳までの5人に1人が失業していて1人当たりの GDP はたったの1447ドルなのだ。カルキ首相は独立した立場の人として知られていて彼女の任命は軍幹部や大統領との厳しい交渉の末に決まったのだ。特に若者デモをまとめているエンジ世代の代表たちとの話し合いも大きかったのだ。何千人もの若者たちがディスコードアプリを使ってカルキさんをリーダーに選んだのだ。36歳の元 DJ でハミ・ネパールっていう非営利団体の創設者であるスダン・グルンさんが VPN を使ってオンラインでデモを組織したのだ。彼はデモの呼びかけを何万人にも届けたのだ。ゲンジーの代表たちは閣僚のポストは断ったけどカルキさんがネパール初の女性暫定首相に選ばれるなど主要な人事決定に大きな影響を与えたのだ。カルキ首相は日曜日このポストに就きたくなかったのだって言っていたけど自分の名前が街頭から上がってきたのだと語ったのだ。そしてゲンジー世代の考えに従って政府は仕事をするのだと宣言したのだ。彼らが求めているのは汚職の終わり、良い政治、そして経済の平等なのだって力強く言っていたのだ。3つ目のニュースなのだ。クウェートの新小学1年生が登校という記事なのだ。クウェートでは新しい学校の年が始まったのだ。特に小学1年生のみんなが9月15日の月曜日に元気に学校へ向かったのだ。学校は喜びとワクワクでいっぱいだったみたいで、先生たちが新しい生活に踏み出す子どもたちを温かく迎えたのだ。他の小学生や中学生、高校生のみんなは次の日の火曜日から学校が始まるのだ。
そして一番小さな幼稚園児たちは水曜日から登校する予定なのだ。みんなにとって新しい学校生活が楽しくて素晴らしいものになりますようになのだ。4つ目のニュースなのだ。ガザ虐殺とヨルダン川西岸併合の最中、米国がシオニストを全面支持という記事なのだ。マルコ・ルビオ米国務長官がエルサレムを訪問してサイオニスト勢力イスラエルのガザでの行動を全面的に支持すると表明したのだ。ハマスの撲滅こそがガザの人々にとってより良い未来への第一歩だと強調し、西側諸国によるパレスチナ国家承認計画はハマスを勢いづかせるだけだと批判したのだ。ネタニヤフ首相もルビオ長官の訪問は米国の明確な支持を示すもので、トランプ大統領をイスラエル史上最高の友人だと称賛したのだ。ルビオ長官はガザ市制圧計画やサイオニスト占領下のヨルダン川西岸の一部併合計画についてもネタニヤフ首相と話し合ったのだ。ハマスを野蛮なテロリストと呼び、地域を脅かす武装勢力としての消滅を強く求めているのだ。ネタニヤフ首相は一部の国がパレスチナ国家承認を進める動きに対し、西岸地区併合の可能性を排除せず、一方的な行動は我々の一方的な行動を招くのだと警告したのだ。先週、ハマス指導者への攻撃がカタールで行われ、トランプ政権が不意をつかれた一件があったのだ。ネタニヤフ首相はこの攻撃を擁護し、テロリストは逃げても隠れられないのだと述べたのだ。ルビオ長官はカタールにガザ戦争の仲介役を続けるよう要請したのだ。一方で、アラブ、イスラム諸国の指導者たちは、この攻撃を受けてザイオニスト勢力への圧力を強めるために集まったのだ。ガザでは、ザイオニスト勢力の攻撃で新たに25人が亡くなり、特にガザ市で被害が集中しているのだ。人々はすでに過密なある回しに押し込められ、食料や水も不足し、病気が蔓延しているのだ。ガザ地区で最も高いとされる16階建てのビルも破壊されちゃったのだ。これまでの軍事作戦で民間人を中心に6万4905人以上が命を落としたと報告されているのだ。ルビオ長官はエルサレムの嘆きの壁を訪れて、この地がザイオニスト勢力の永遠の首都であるという自身の信念を示したのだ。トランプ大統領も以前、米大使館をエルサレムに移転していたのだ。しかし、パレスチナ人住民はルビオ長官が破壊された家屋を見るべきだと批判し、米国は国際法に背き、過激派の道を進んでいるのだと訴えたのだ。ルビオ長官は政治的意味合いを軽視して、その場所、世界で最も重要な考古学的遺跡の一つなのだと呼んだのだ。5つ目のニュースなのだ。ガザ支援船団、チュニジアを出港という記事なのだ。ガザ支援の船団がチュニジアからついに船出したのだ。目的は、封鎖されたガザ地区へ支援物資を届けること、そしてパレスチナの人々への連帯を示すことなんだもん。この船団は、グローバルスムード船団っていう名前で、いろんな国から集まってくるんだよ。スペインのバルセロナを出た船がすでに海に出ていて、チュニジアからも次々に船が出発したのだ。イタリアやギリシャからも船が出ていて、途中で合流してみんなで力を合わせてガザを目指す計画なんだなのだ。イタリアからは少なくとも18隻、ギリシャからは2隻の船が出発したんだって。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんもチュニジアの港から乗り込んだんだよ。世界はガザの人々のことを忘れていないんだっていうメッセージを送りたいって言っていたのだ。政府が動かないなら自分たちで行動するしかないって強く語っていたんだもん。チュニス周辺から来た約20隻の船もビゼルトという港に集まって夜明けには出港したらしいのだ。ガザの封鎖はもうやめるべきだとか、連帯と尊厳と正義のために出発するのだって船にはスローガンが掲げられていたのだ。実はこの船団、チュニジアにいる間にドローンで2回も攻撃されたらしいのだ。チュニジア当局も
計画的な攻撃だって非難して調査を始めたんだって。ヨーロッパ議会の議員さんもまた攻撃されるんじゃないかって心配しているみたいだもん。だから目立つ参加者たちは万が一に備えて一番大きな船に分散して乗るように工夫したんだね。以前もガザを目指した活動家たちの船は6月と7月に2回も妨害されたことがあったのだ。今回の出発も安全の心配や船の準備の遅れ、悪天候の関係で何度も延期されていたんだよ。ガザでは食料が足りなくて飢餓に苦しむ人々がたくさんいるんだもん。エジプトの活動家たちもガザと国境を接していることからスムード船団を応援しているのだ。漁師さんが寄付してくれた船で34人が参加したいって意気込んでいるんだって。こうして世界中からガザを救けようとする人たちの強い思いを乗せた船が困難を乗り越えて出発したんだなのだ。クウェートの未来への協力協定やネパールで民衆が政治を動かすニュースには胸が熱くなるのだ。一方でガザの状況は重いけれど世界中からの支援船団が出発したことに希望を見出すのだ。これからも地球で起きる出来事にスンダモンは注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。